皆さんこんにちは。今回は真由美の剪定をご覧いただきますが、今回は分かりやすいように最初の1周目でマーキングをして2周目で切っていくというようなやり方でお見せしようと思います。この木に限ったことではなく、切るべき枝を先に決めておくというのは大事です。でこの花はみんな実になるのでね、残してあげたい気もするんですが、意実枝を取っていきます。その上で花も少し残すというような感じで、あくまでも自然樹形を保ちたいと思います。で、今日はですね、実実枝をマーキングして、例えばこれですよね。この枝、内向枝でもありますけども、向こうへと行ってるね。こっちへ越境しているので、私は越境だと言ってます。これはもう付け根でいらないと思いますので、マーキングしちゃいます。で、細かいのはもうあんまり説明しないで切っちゃいますけども、これなんかもちょっともう立ち枝ですよね。こう一旦マーキングしますと、こういうことですね。これも立ってるから切り戻していきます。こういうものはこの辺でここでなくして見やすいようにもなりますしね。で、これ三つ股なんで二股あればいいと思うんですけど、この枝を残すとこれと被ってきますよね。で、これが残せる枝かどうかなんですけど、残すとするとこれ上に被るから、2本にするならこっちを取っちゃった方がいいかもしれないですね。これはちょっと下へ垂れてるので取ります。この辺はいらないと思いますね。この枝もちょっと垂れすぎてますけど、これですね。ちょっと垂れすぎですね。こんな感じで。それで先ほどの、これですね。実実枝。これは付け根で取ります。そうですね。これは取ります。あとこの辺も、ちょっと下へ垂れすぎてるような感じですよね。ちょっと垂れすぎだと思いますので、これは後で切ります。それからこっちへ回ってきます。この辺は出所を見て、いい方向なら残しますけども、ここから、あんまりこっちへ行かないようにしたいんですけどね。だからこういうのはもうちょっと広角になり始めてますね。どっかで止めておきたいですね。上を切った感じでもいいんですけど、例えばこの辺で、この辺に切り戻して、こっち方向は生かすけど、こっちへ行くのはなくすという感じですかね。これは普通に切り戻せばいいと思います。ここまで切り戻して、この辺を残す。上が寂しくなったらもう少し残しますけどね。これは枝先を間引くだけでもいいかもしれないですね。で、こっちへ回ってきます。回ってきて。この辺はもう言わずと知れた立ち枝、徒長枝ですよね。徒長枝は切っちゃいます。これと、これですね。前回ここで切ってるのでね、この切り口の周辺っていうのは出やすくなりますね、どうしても。これもちょっとこっち上かぶってきてるでしょう。下枝を生かすんなら上は取りますし、下を抜いちゃうならこれを残すって感じですね。どっちがいいかな。ここはもう交差してますよね。だからこの枝はこっちに広がりすぎてるんですね。だからここで止めて、
こっちを生かした方がいいかもしれないし、あるいはもうこれもちょっと垂れすぎてるからいらないかも、両方いらないかもしれないですね。この辺も後で上の様子ですね。あと下の枝をなくすかによってですね、これはちょっと垂れすぎじゃないですかね、どっちにしてもね。まあ日陰を作って雑草を生えにくくするという意味があるんでしたら下枝も残しますけどね。で、この先ですね。これがちょっと広角ですね。これですね。ちょっとこっちへ回って、この辺はおとなしくさせるんなら、もうこのぐらいの枝にしてこっちの上をなくすかなんですけど、ですから切り戻しとしてはここまで切り戻すってことですね。これ全部なくなる。ここで切り戻すってことですね。この枝だけ残す。ですからこの辺はなくなっちゃうってことですね。あれもなくなっちゃうってことですね。で、この枝はちょっと広角に出てますよね。この枝の方向からするとこちらへ広がりすぎてる。だからこっちから来てる枝とも交差してしまうってことですね。ですからこれはなくすということですけど、先ほどのここで切るわけですから、ここで切るんだともうこの枝もなくなっちゃうってことですね。一回で解決しちゃうってことですね。奥の方にも例えばこういう立ち枝ありますよね。内向枝というか分かりやすいのがあります。これも芯として残すかですけど、多分いらないですし、これもね、これとかこれも、内向してるんですね。ですからこれはなくなると思います。急な傾斜ですが、こういう脚立だとなんとかかけられます。よいしょ。で、この辺はどうしようかな。ここで終わらすかですね。ちょっと強いでしょ。小さくするならね、こういうのは違います。中の方に結構立ち枝があるんですね。この枝もいらないですね。これいらないですね。これもこれがね、この辺に枝があるのでね、これを生かしてこっちは強いのでなくした方がいいでしょう。あるいはこれもいらないかもしれないですね。こっからあればいいんで、両方取りましょうか。これもこれもね。じゃあ切っていきます。まず手前のこれがちょっと邪魔なので、これですね。これもちょっとかぶってきてますね。もうこういうのは絶対交差しちゃうんですよね。で今回はこれなくしますね。これなくします。で、これももう細いうちになくした方がいいですね。これですね。これです。どこしてんのかな。よいしょ。ここか。どこだな。
上からの方が切りやすいかな。よいしょ。これですね。で、これも取っちゃいます。ここからいっちゃおうかな。下の一緒に切っちゃいます。よいしょ。で、あそこも切りますけども、ちょっとここから届かないんでね。これも多分、なくしたいな。これですね。これはどこまで切り戻すかですね。これを残してここまで切っちゃうという手はあるんですけど、そうするとまた相当バーッと吹くと思うんでね。もう少し軽めに、この辺とこの辺を残します。ここで切ります。で、これは取ります。そうするとこういう枝の流れになるんで、その時に内向してるように見えちゃう枝はね、なくしておくとかですね。で、丁寧にやるんだったら、少し、枝を間引いてですね。これなんか直角に出てるからね、こっちの方がまだいいですよね。こんな風にして、少し間引いてやって、あとはすごい五整に整理してもいいかもしれないですよね。つまりは、これ残すとすると、こっちを残してこれをなくすとか。こういうことですよね。で、これを残して、こんな風にすると少しスッキリしますね。こう下向きの枝は残しておいて、こういう風に切り戻すときにね、下向きの枝が使えますのでね、こうしておく。これはちょっとこっち来すぎなんだよな。これですね。で、元の出所はこの枝なんで、ちょっと広角に行き過ぎてる。で、多分これがなくなるので、その分ここはちょっと必要なんですが、それにしてもこれはちょっと行き過ぎなので、なくしておきます。これもなくてもいいかもしれないけど。この辺の細いのを芯にしていくかですけどね。基本的にはこれはね、もうなくすつもりです。これも方向あんまり良くないんですけど、本当はもうちょっとこっちへ出てほしいんですけどね。あんまり良くないんだけど、これとこれ交差してて、で、どっちを取るかって言ったらもうこっちの方が悪い枝ですよね、この枝のが。だから取るんだったらこっちですね。どっちかといえば。ですので、これは取ります。で、枝先をこう剪定するとどうしても不自然になっていくのでね、この辺の剪定は全体を見ながら後でやればいいと思いますよ。今ちょっと大きい枝を先抜いていきます。これ長見ひなげしですね。これ毒があるんですよね。雑草だし、立ち悪いですね。増えるし。なくなってほしい雑草ですね。
後で除草しますけどね。で、さっきのを切っていきます。ちょっと風が出てきちゃったね。これちょっと邪魔になるな。切りたいけどね。で、先ほどの稲枝を切っていきますが、でこれがもう広角なんですよね。こっちへは枝欲しいんですけど、こっちへ行ってほしいんだよな。ここまでなくしましょうかね。これなくします。ここまで行っちゃいますわ。で、これも切っていきますけど、こういう時ね、この先細、先掛けの先細はいいんですよね。最初ちょこちょこっとこう動かして入ってきたら少し奥まで長く使ってこう目指してきますんでね。こういう時はね、下へ引っ張んないで、なるべく上へこう出した方が、そのまで下、残す枝が傷まないんですよ。もう、こういう時はしょうがないけどね。下へ引っ張っちゃいますけど。で、これも切る予定なんですが、でも、こっちの方が強いでしょ。こっちを切って、こっち残してっていう方がおとなしいかもしれないですよね。これだね。こっちを切りましょうか。変更して。これはいかんせん。でかすぎますね。こういう大きい枝を落とすときは、重さを支えきれないと危ないのでね。で、ここで一回で切ろうとすると、こう、皮がむけちゃったりするんで、上の方で少し切りますけども、その時ね、こう、下葉をまず3分の1ぐらい入れて、で、その上1センチぐらいのところですかね。ここですね。先ほどのがこれで、ここを切っていくとパキッと取れるね。こうですね。こういうふうに取れます。で、それから下から切ります。ここもなんか真空入ってますね。こっちがバッと取りたくなりましたね。これを残すんだったらね、ほんと小さくするのはこれだけでいいですよね。こっちいらないって感じですよ。まあ勉強ですから、一旦これを切っておきましょうかね。こういう枝がもしあったらね、多分なくしますよということですけどね。これね、しつけとくか。これを剥いちゃっても平気なんでね。ただで、これはもう残すと決まったんだったら、
残す上で今のうちになくした方がいい枝は整理しちゃいますね。これは芯になるけど、芯にしない方がいいと思うんだけどね。なるべく弱くしたいんで、こっちの強いのをなくして、これ自体は変ですよね。で、交差してますけど、どっちを取るかって言ったら、これを芯にするんだったらこっちをなくしますよね。内向ですからね。で、これは、これ全部取っちゃうと。この下枝、これだけ残すという判断をしましたので、ちょっと上刻みましょうか。上を刻んでからにしましょうか。これ残したくなるけどね。残して切るのは難しいかな。難しいな。これを残してここまで切るっていうのはちょっと難しいけど、やってみましょうか。変な切り口になっちゃうな、やっぱり。おっと。こんなになっちゃうね。ちょっと変だね。変だけどしょうがないよな。やっぱり先っちょつまなきゃダメかな。奥のやっぱり高いのはね、ない方がいいですね。強いので、あれをなくします。それで、これはちょっと下がりすぎているから、この辺は取っちゃいましょうね、後で。ここなんですけどね、この枝残すと決めたんでね、あ、さっきのはね、これですね。強いやつね。これを残すと決めたんですが、ここで喧嘩してますよね。こっちを落とすかっていうことなんですけど、この枝を残したいので、本数多いでしょうね。こんな本数多いから、やっぱり優先順位としてはこっちがなしですよね。で、ここですが、まあ、これとこれなくして、下様子見るかですよね。これとこれをなくしましょうか、これとこれと。こっちからかな。で、これですよね。
うね、交差してっちゃうんだよな。こうなると、この枝が必要だったかどうかですよね。こっちを取っちゃうか、こっちをなくすか、あるいはこっちだけをなくすか。そうしないと交差枝は解決しませんね。少し考えましたけども、今回は将来的なことを考えると、これかこれかを選択しなきゃならないんですけど、今回はこれを落としてこっちは残しておくというふうにして、で次回ですね、これかこれかの選択をして、多分こっちを切ってしまうと思うんですね。多分今回はここだけ切って保留します。というのは、この枝がね、どうしても残したいんですよ。だから今これ切っちゃうとこれなくなっちゃうでしょ。こういうの放置すると後で厄介なので。でもこれ残しといた方がよかったかな。これ今残しといて、これ切った時にね、使えたかもしれないですね。これは切らない方がよかったかもしれない。よいしょ。これは出過ぎかな。あとは枝先を切り戻しておくという感じですね。これ上枝になりますけども、あんまり下向けたくないのでね、こういう場合は上枝でもこうやっちゃう時もありますね。これもちょっと出過ぎ。で、これはなくすんでしたっけ？切り戻しですね。ちょっとあってもいいね。これは気になるな。これなくすんですね、どうせね。これ立ち枝だしね。これ被ってるでしょ。これは最初に決めたようになくします。それからこれですね。残すか。ここで
切り戻して。もたれすぎだな。下の畑にちょっと影響するんでね、少しちょっと強めですけど切り戻しちゃっておきます。あとこっちですね。この辺がツンツンしてるので立ち枝、まあ少し実も見たいし少し多めに残しちゃいます。これは出過ぎ。これかな。まあ段階的に言えばこっちを先に一回なくしてみて、それでもこれが気になればここまで切り戻してもうちょっと通路だからなくして、こういう懐に入っちゃってる枝ありますけどね、あんまりこうきっちりやっちゃうと自然っぽくなくなっていくんでね、多少は残しましょうか。これもまあ計画では取っちゃうつもりだったんですが、どうしようかな。やっぱりいらなそうな感じだな。こうやってもいいんだけど、これも変でしょ、枝がね。まあこれでもいいか、なくしてもいいんだけど。終わりにします。ご視聴ありがとうございました。